まずは見て、違和感。正統派モダンチュンリー使い、琴ノ葉茜です。最近は配信に参加できていない琴ノ葉葵です。これ見て、いつもの対戦動画じゃないの？なんか変なんだよ。相手の裏をかく、いきなりドライブインパクト。おかしい。不意打ち、連続インパクト。茜ちゃんがやられてる。茜ちゃん下手っぴ。私が下手なのは分かってるんです。そこじゃなくてね、このタイミングのインパクト返しはない。私はね、人より多くのドライブインパクトを打ってきたの。たくさん返されてきたから。わかるの？おかしいの。お姉ちゃん、落ち着いて。どういうことなの？反応が早すぎるの。このタイミングで返すには反応してから遅れて打つか、小さいパンチを2発ぐらい出してから返すかがほとんどなんだよ。まぐれて返すにしても2連続はない？じゃあ何がおかしいのかみんなに伝えてみようよ。そうすると対策のアイデアが出てくるかもしれないよ。そうだね、葵。注目のポイントはここ。スローからのストップ。見てほしいのはここ。画面の右端だね。これは剣のボタン操作が表示されています。ゆっくり説明しますね。青色の丸は弱ボタンが入力されたことを示しています。DI はドライブインパクトボタンの入力。N は方向キーが入力されていない状態。数字はこの入力がされている間の時間。これが今回の最大のポイント。ずらっと並んでいるのは表示されたら下に流れていきます。時間の流れとしては下が古くて、上が新しい入力として読み取ってください。なるほど。そして最大の疑惑はここ。ここの入力はドライブインパクトを押していることを示しています。途中で他のボタンが押されると表示が分割されます。なので 2+6+1 の9フレームという時間になります。ふむ。だからドライブインパクトを9フレーム押していたということです。こっちはドライブインパクトを5フレームの時間押していたということ。ふむ。問題はここ。ボタンを離した時間が1フレーム。ちょっと待って、フレームって何？時間って言うけど、フレームという単位は聞いたことないよ。このゲームの単位時間なんだって。それなら見慣れた時間の単位の秒に換算するとこうなります。わあ、すごい！どれも1秒より短いね。そうなんです。このゲーム1秒より短い時間でボタン操作をするから、フレームという60分の1秒の単位を使っているんです。時間が短すぎてよくわかんないよ。フレームってどれぐらいの時間の速さなのかな？そうだね。ボタンを連打する時の1回あたりの時間から考えてみようか。巷の話題からどんなものか知ろう。Yahoo! 知恵袋の雑談から拾ってみました。自分は10秒間の連打が平均113から115ほどで、最高記録が117回です。これは早い方なのでしょうか？めちゃくちゃ早いので自信持っていいですよ。 SNS や学校でもバンバン自慢してください。これ大げさすぎるような気がする。これは1秒あたり11回ぐらい連打ですね。他にもあるよ。僕の友達に10秒間に150回コントローラーを連打できる人がいます。これは1秒あたり15回。16連打ならかなりすごいですが、14連打くらいならまあ誰でも頑張ればいけますよ。これは1秒あたり16回。時間の話だよね。1秒あたりの回数になってるよ。それぞれの連打の1回あたりの時間に変換したのが次の表です。さっきの11連打ぐらいだと1回押して離すのに 0.09 秒かかっているということ。なるほど、5フレームとは11連打するぐらいなんだね。こっち見て。わあ、1フレームって60連打ぐらいの時間なの？これもう指ではできないよ。そうなの。無理なの。このドライブインパクトの入力パターンを何度も使ってるんです。特に無理なのはね、真ん中の1フレーム。正確に1フレームの時間 0.017 秒だけボタンを離すって、ボタンの仕組みや人間の指の筋肉の仕組みから考えても無理なんです。しかも、何度も、この組み合わせなんだよ。それって、人の感覚では無理だよ。そうなの。スロー再生で見てね。右側見てね。入力されているでしょ。
この動画はこの不自然な入力をピックアップしてみました。今、ストリートファイター6で起きているツールを使用することでできる可能性を知り、対策を話し合うきっかけになればと思ったからこの動画を公開しました。というわけで対戦履歴からこの白剣さんの他のリプレイでも見てみました。そうするといっぱい出てきました。他の人に対しても使ってたんだね。これは大変だね。そうなの。ドライブインパクト返しだけじゃなかった。今回調べてみて分かったんだけど、これとんでもないツールだよ。どういうところ？この後だよ。あかねちゃん、JP の必殺技にも反応してるよ。そうなの。ドライブインパクトだけでなくいろいろな技に反応してドライブインパクト出してたの。それずるい。技を確実に返せるタイミングで出してるんです。ずるい。あれれ、やられてるのに白剣さんが DI ボタンを押してる。そうなんです。技に反応しているので出せないタイミングでも白剣さんの DI ボタンを押されているのがチーターを見分けるポイントなんです。どういうこと？だって普通にプレイしていたらどうなの？そうか、普通にプレイしていたら押すことのないタイミングだからか。そういうこと。これでみんなもチーターさんを見つけることができるね。そういうこと。いろいろな技に反応してるね。ほんとずるいよね。キャミーちゃんの低空飛び蹴りにも反応してるよ。あれは私苦手なんです。ガードも間に合わないことがしばしば。それなのに確実にドライブインパクトなんてありえない。スピンナックルなんて私は小パンチでしか止められないのにな。反応が早すぎだね。横へのキックも反応してる。これは私もカウンター狙うよ。確実に返せるの？先読みした時だけだよ。ツールで反応してからの昇竜烈波。これがひどい。よく見ると投げ抜けもしてる。まさかね。まさかだよ。投げも確実に返してます。ずるい。よく見ると投げられてるのに押してる。相手が上手に投げ勝ってるということだね。このゲームは技のカウンターを取るとかすると確実に投げられるんです。それなのに投げ抜けボタンを押してるんですね。ツール使ってますから。対応できないこともなさそう。攻撃が当たらないわけではないんだね。あれ返してる。普通に出したインパクトであれば私たちでも返せるみたい。ここからもすごいよ。あれれ、全然当たらないよ。ラシード性は少ないから調整しきれていないようです。そのためにハブで戦って調整してたんでしょうね。だから私のようなランクの人でも戦ったのだと思います。それなりに努力してるってこと。方向性はだいぶ間違ってるけどね。全然ドライブインパクトが決まらないね。空中を飛ぶ技はタイミングが取りにくいのかもね。ラシードで勝てたね。まだ勝てる余地があるということだね。リプレイでバーサス黒剣さん。わわわ、この黒剣さん強そうだね。マスターの中でも強い人だよ。黒剣さんが勝てるの？見て、見て。やっぱり黒剣さん強いね。一方的だよ。油断しないで。チャスパだよ。レベル高いよね。これはパーフェクトペースじゃない？そうでもないみたい。ああ、もらっちゃった。白剣さんも下手じゃないんですよね。よく見ると白剣さんって自分の陣内に DI ボタンが反応してるんじゃない？そうみたいだね。黒剣さんの技に反応した。ずるい。もう一回いった。ガードしてるよ、あかねちゃん。あれはガードできたんですね。これは白剣さんのコンボだよ。決まっちゃうよ。さすがに黒剣さんでも無理かも。残ってはでもピンチには変わりないよ。上手だね。ああ、倒しきれてない。白熱の試合だったね。黒剣さんが1ラウンド取っちゃったよ。すごいよね。黒剣ちゃん次も頑張って。
だよ。しかもきっちり3戦中ダメージ与えてるよ。すごすぎ。これはまさか出たね。かっこいい。パワーがすごすぎ。とどめまできっちり。あかねちゃんどうしたの？これならうちもいけるかも。これなら私でもいけるかも。最初のシーンの神竜剣で飛ばされるところから再生だよ。影に飛ばされたね。これ体力差ありすぎだよ。無理だよ。私は諦めない。一体何があかねちゃんを動かしているの？この対戦なら視聴率が取れるはず。それがやる気なのとかい。見えた。うなじがガラ空き。強い。ほう。よーく。せん。呼ぶよ。ずれた。当たれ。OD 来るよ。分かってる。見えてる。大接戦だよ。ダブルハザン。やい。負けちゃった。欲しかった。残念。もう一回再生する。チャンネル登録してね。高評価してね。コメントしてね。また見てね。バイバイ。